仮想通貨という言葉はすでに一般社会でも使用されるようになりました。2017年4月には改正資金決済法の施行もあって、ますます仮想通貨は私たちの中で身近な存在になりつつありますが、そもそも仮想通貨とは何なのかがいまいちよく分かっていないという方も多いです。そこで今回は仮想通貨の基礎知識や仕組みについて改めて詳しく解説していきます。仮想通貨とはその言葉の通りお金です。投資の対象として認識されていることも多いのですが、実は現金と同様に物やサービスの対価として支払いができる店舗も増えてきています。ちなみに日本のお金は円という単位で示されるのと同様に、仮想通貨にも単位があります。代表的な仮想通貨であるビットコインは BTC という単位で表記されます。では、電子マネーと仮想通貨の違いは何なのでしょうか。電子マネーは紙幣や硬貨といった法定通貨を電子的に決済しているだけなので、現金とほぼ一緒と考えることができます。当然ですが、日本の電子マネーは日本国内でしか利用できません。一方で仮想通貨はインターネット上で個人間取引が完結するため、国が異なっても利用できます。仮想通貨は海外に行っても現地の通貨に両替することなく、その国の商品を買うことができますし、海外の友人に仮想通貨で送金することもできます。仮想通貨と聞くとセキュリティに不安を感じる方も多いと思いますが、暗号化によるセキュリティが施されているため、偽造や二重払いなどの問題は回避することができています。仮想通貨は投資対象としても魅力的です。ビットコイン以外のアルトコインの中には、1年前に比べ価値が10倍以上になっているものもあります。投資対象として考えたとき、株や FX などに比べてリスクは高いのですが、その分リターンも大きいことは確かです。また株式に比べて少額から始めることができるため、試しにちょっとやってみよう程度の気持ちでも簡単に始めることができます。仮想通貨は国が管理しているわけではなく、埋蔵量も決まっているものがほとんどです。金のようにリスク回避のための分散投資としても使えるメリットがあります。一方で仮想通貨のデメリットとしては、普及するのに時間がかかるという点です。日本では円に対して絶対的な信頼があるため、どうしても仮想通貨の浸透は遅れがちとなってしまいます。そもそも仮想通貨がなくても日本円で買い物をするのに困らないため、日本ではほとんどが投資対象として認識されています。当然のことながら、浸透が遅れれば仮想通貨を決済に使える店舗もなかなか増えていきません。今後、時代の流れや世界の動きに応じて、日本も仮想通貨にどんどん対応していけると一気に広がるかもしれません。仮想通貨はビットコインとアルトコインに分かれています。いくつか代表的な仮想通貨の種類についてご紹介していきます。中本聡という名前の人物が開発したのが発祥と言われています。この人物は今でも正体不明らしいのですが、暗号技術を活用し、中央集権ではない情報分散型で安全性を保っていくという斬新なアイデアに惹かれたエンジニアが設計図に沿って作成したソフトウェアがビットコインです。世の中にある仮想通貨はほとんどがビットコインから派生して生まれたと言っても過言ではありません。アルトコインの代表格ともいえるイーサリアムは、ブロックの生成時間がビットコインに比べ圧倒的に速いメリットがあります。また、イーサリアムの特徴としてスマートコントラクトがあります。ビットコインではどこからどこに送金したという送金情報だけが記録されますが、イーサリアムのスマートコントラクトでは送金情報に加え、様々な情報を追加して記録できる仕組みになっています。リップルは仮想通貨ですが、
ビットコインとは開発の意図が異なり、現在の銀行システムや通貨システムをより効率的にしようという意図でリップル社が開発しました。世界中の銀行と協力しながらさらなる開発を進めていけば、単なる仮想通貨の枠を超えて世界経済全体のインフラを支えるような会社、システムに発展していくかもしれません。仮想通貨に対してネガティブな感覚を持つ人も少なくありませんが、利用するか否かは別としても、まずは仮想通貨のテクノロジーや仕組みを理解することは大切です。今後、社会がグローバル化していく中で、仮想通貨は間違いなく広がっていきます。簡単で便利、そして楽しい仮想通貨をぜひ試してみてください。